ージチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はマジェスティ125ポリプロピレン樹脂塗装編、車体の至るところで使われているポリプロピレン樹脂パーツ、柔軟性があって割れにくいけど剥がれやすいから塗装不向き、しかも古くなると白っぽく変色してどうにも安っぽい。そこで塗装が難しいポリプロピレン樹脂全部外して塗ってみた。最後までゆっくりしていってね。他と比べ軽量かつ強度が高くインナーカウルによく使われているポリプロピレン樹脂。弱点は塗装が難しいのと年数が経つと発火してなんとも安っぽい。そこで実は5年前にハンドル周りだけを塗りました。塗装が剥がれやすいのは事実ですが、これが5年経過した状態です。毎日物が触れたところは少し削れていても塗装が剥がれているところはありません。その秘密は塗装ののりが最悪な PP 樹脂塗装の強い味方。独自の技術で表面張力を抑え、広く薄く膜状に面で貼り付くことで強力に密着。これならいけると確信した私は今回削れたところの再塗装とエンジン周りの PP 樹脂も全部外して新たに塗装、さらにガソリンにも強いウレタンクリアを一気塗り。磨き不要でツヤが出るから質感向上、強靭な皮膜で塗装を保護します。果たしてどんな感じになるのかな。それではガンガン外していきましょう。今回は初めてエンジン周りの PP 樹脂を塗りたいと思います。不動系のクランクケースカバーとエアダクトカバー、タンデムステップを外しサイドパネルを外します。ここにもちらっと見える PP 樹脂があるのでこれも塗ります。そして外装カール類も外します。タンデムバックレストを外してテールランプ周りのネジを外してシートカールを外します。エアクリーナーケースも外して塗ります。クローケースとキャップから分離。フロントカール類もガンガン外していきます。ハンドル周りも塗り直すので思い切って外しちゃいます。タオルを外してみたらあちこち爪が折れていてボロボロでひどい状態。そろそろカウルも交換かな。スクリーン周り外します。ハンドル周り外します。吸油口カバーも外して塗ります。リアフェンダーはサスペンションを持ち上げて横にスライド。これでエンジン周りの PP 樹脂パーツはすべて外れ、ハンドル周りの再塗装準備もできました。このままセンタートンネルと一緒に塗ります。パーツクリーナーで脱脂。前回
回のアクリル塗装のままこの上から塗り直します。この辺は運転中も常に視界に入るので仕上がり具合も重要ですね。ネジがわからなくならないようにポイントごとにまとめておきます。裸になっちゃって恥ずかしい。いや新聞紙等でマスキング。まずは密着ロンを塗ります。一部削れた部分を含め全ての樹脂を再塗装します。密着ロンの乾燥に約20分かかるので、ここで外した樹脂パーツに戻ります。まずは軽く水洗いして泥や砂を落とし、水気を拭き取りながら出し、パーツクリーナーで洗い流したりシリコンオフで拭き取ったり、もし全体に紙やすりをかけて足付けすることができれば PP 樹脂でも塗装することは可能かもしれません。しかし素材がデコボコだったり湾曲しているのでとても難しい。足付けが不十分なところからパリパリ剥がれてきてしまいます。密着ロンなら面倒な足付け下地処理がいらないので、とても簡単で楽に塗装することができます。これは今まで使っていたのとは別のハンドルカバーで、今回新たに某奥で手に入れました。ただ長年の紫外線により風化して粉を吹いている状態は厳しいです。表面が荒れてしまう前に塗装した方が良いと思います。密着ロンはとても垂れやすいので十分な距離を取り、一度拭きか二度拭きで薄めに塗れば十分です。ダクトフィルターカバーです。オイルポンプカバーだし、複雑な形をしているので角度を変えながらムラにならないように、リアフェンダーだし、後ろから最もよく見られる場所、そして最も泥で汚れる場所でもあります。ブラックケースカバー脱脂します。このカバーもオイルで汚れやすい。そこで今回溶剤に強いウレタンクリアを塗るつもりです。今度は汚れてもパーツクリーナーで拭き取ることができます。タンデムステップ。最初に塗ったものが20分経ったので塗装作業に入ります。いよいよ塗装に移ります。色はブラックメタリックにします。映像がくどいので割愛します。ブラックメタリック完了。ここで実験を思いついたので密着ロンのテストをしてみます。脱脂をした PP 樹脂にテープで仕切りを作り塗装して、ガムテープを貼って剥がす実験を密着ロンありなしで比較します。A を隠して B にだけ密着ロンを塗ります。A のマスキングを剥がして両方にカラー塗装します。A は PP 樹脂に直接塗装されています。1週間後、まずは敷居を剥がします。そしてガムテープを貼り付けて勢いよく剥がします。密着ロンなしの A はごっそり剥がれてしまいました。密着ロンありの B は無事でした。
ックメタリックに塗り終わったパーツをウレタンクリアで仕上げます。人工セームでホコリ取り、ソフト993の2液ウレタンクリア、ピンを刺して硬化剤を今後逆さにして10分放置。10分後、30回以上よく振り、必ず2、30センチ離して塗ります。硬化剤を使っている2液タイプは必ずマスク着用です。一度に圧にすると垂れてしまうので、薄く繰り返して塗ります。徐々にツヤが出てきました。硬化剤が混合したら1回使い切りなので、こうしてまとめて塗っています。時間差で塗っている車体側が乾いたので、再塗装に戻ります。艶消しブラックが余っていたので使い切ります。そして本日2本目のウレタンクリア、逆さまで10分放置。ウレタンクリア一気塗りです。時間差で塗っているパーツが乾いたので組み付けていきます。元に戻して完成です。今回ウレタンクリアで仕上げた最大の目的は、汚れがつきにくいことと、油汚れがついたとしてもパーツクリーナーやピッチクリーナーなどの溶剤系が使えることで、手入れがとても楽になるからです。強靭な皮膜は溶けたりシミになったりしていません。というわけで、黒がはっきりしたことで、なんだか高級感も出てきた気がします。すいません、個人の感想でした。こうなってくると、今度はギアサスとキックペダルのミト層がなんだか安っぽく感じてきました。今度はリアサスペンションを塗ってみようと思います。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。